home。 僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて皆さん、生中継見てくれましたか？今回ね直接日本には行かなくてすごく残念だったんですけど、皆さんももうご存知だと思うんですけど、ドームツアーの公演が決まりました。ありがとうございます。僕たち、僕にとってもすごく夢でもあり目標でもあったドームツアーを今回できるということで、それをね皆さんに発表することができてすごく嬉しかったですし、今回は名古屋、大阪、東京とするんですけど、京セラドームはね本当に僕がやりたかったドームの一つでもあるので、そして大阪が確かファイナルだったので、本当に頑張っていこうかなと思います。はい、ということで今週の1曲目を皆さんにお届けしようと思います。 NCT127 でグッドシング。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。まずはちょっと遅くなりましたが、前回出題したゆうたクイズの正解から発表していこうと思います。僕ゆうたを知ってもらいつつマニアックなゆうた知識を身につけてゆうた博士になってもらう企画です。前回の問題はドラマ今はの国のアリスの中に出てくる僕ゆうたが子供の頃に行っていた公園の名前は何でしょうかでしたね。ヒントはねなしでしたが、正解はですね鶴見緑地公園でした。はい、鶴見緑地公園。もう言っちゃ悪いけどね、もう俺の縄張りみたいなもんで、もう毎日行ってた。もう中学高校からもうねやることないじゃん中学高校って。学校から終わったらね友達と自転車乗ってねよく行ってたんですけど、まさかねあそこが今はの国のアリスの撮影で使われているとはもう思ってなかったので、それもね僕お姉ちゃんから聞いたんだよね。ゆうた知ってるっつって、マジすごーみたいなちょっと衝撃をね受けたのを覚えてるんですけど、あそこはね本当になんて言うんだろうな、ランニングするのもいいしすごく広いんですよね。ちょっと気分転換に散歩に行くのもいいし、あとね夜意外と風が心地いいのよね。だからなんかちょっと考え事する時とかにもすごくいいので、皆さんもね一度行ってみてほしいですね、門真に行く時があれば。はい、ということでですね、クイズに正解された方には抽選でステッカーをプレゼントします。当選の発表は発送をもって返させていただきます。正解したという方は届くのを楽しみにしておいてください。それではここで次の問題です。じゃじゃん。2022年僕ゆうたが初めて食べたものは何でしょうか？はい、皆さんも年も明けてもう1月が終わろうとしていますが、そんな僕ゆうたがですね新年に一番初めに食べたものは何でしょうかという、クイズです。ヒントはですね、日本にいた時もう正月のね1月1日には必ず食べていたものです。これねヒント出したいんだけど、ヒント出せばもうみんな分かっちゃう。ちなみに人によってつけるもの違うよね。そっち派なんだとか、俺そっち派だなみたいな、そういう話が起こる食べ物です。ということでですね、答えが分かったという方はメッセージとツイッターでお答えをお待ちしています。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームから、ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。ツイッターの本文にはお名前や住所は書かないでください。締め切りは放送から1週間となります。正解された方の中から抽選でステッカーを差し上げます。皆さんどんどんご応募ください。さてこんなメールをいただきました。ラジオネームごはん大森さん。ゆうたくんただいまお帰り。毎週ゆうたくんのラジオを聞くために生きています。ありがとうございます。最近日本でアニメ映画呪術廻戦ゼロが公開されたんです。うわ、俺なんかやっぱラジオを始めてから発音が良くなってきている。俺多分呪術廻戦とか言えなかったもん。呪術廻戦ゼロが公開されたんです。私はあんまり呪術廻戦を知らなかったのですが、主人公の名前がゆうたくんと同じゆうたという名前だったので、映画館でずっとドキドキそわそわしながら映画を見てました。
ゆうたくんは同じ名前の人と会ってそわそわしたりしたことはありますか？そわそわしたことっていうか、呪術廻戦全然集中して見てないじゃないですか。てかちなみにね、僕ないな。同じ名前というかは、なんか俺と同じ雰囲気を持った人とかたまにいるじゃん。もうファッションだったり、なんかなんかあるじゃん、自分しかわかんない気使ってるところとかあるじゃん。そういうところがあれ、なんかこの人俺とちょっと雰囲気似てるなとか思うと、そわそわするというよりかは、なんて言うんだろうな、興味が出てくるというか、声をかけたくなるというか、なんかそういうのはあるけど、そわそわはなかなかないかな。すいません、なんかつまんない回答で。ということでですね、そんな、今日はですね、いろんな作品に出てくるユータと僕ユータを比べてみようと思います。まずは先ほどの呪術廻戦のユータです。フルネームは乙骨ユータで、本編での主人公虎杖裕二と同じ東京都立呪術高等専門学校の2年生です。写真もあるんだけど全く似てなくない？俺と。すごい眠そうだけどね。これね、今ね、まとめてくれてるんですけど、どれだけ俺と似てるかっていうね。でこの人の特技は練り消しを作るのがうまいそうです。まあ全然似てないね。練り消しとか固まるまでがさ、めんどくさかったから、そもそも作んなかったしね。で、好きな食べ物、塩キャベツをごま油で。悪くないね。好きだよ。で、苦手な食べ物はステーキの脂身。まあ俺も脂身は基本食べれないから食べないけど、そこはちょっと似てるかもしれないね。で、ストレスは同級生に会えないこと。意外と寂しがり屋な一面もあったりして、まあ似てるね。まあ最近の俺のストレスはね、意味のない拘束時間とかね。なんかそんな感じだから、あんまり似てないね。あとね、みんなもちょっと調べてほしいんだけど、乙骨ユータのビジュアルがすごく眠そうなのでね。そんな呪術廻戦のユータと僕ユータのリンク率はですね、0.5 にしようかな。0.5%。0.5% くらいです。はい、ということでですね、続いていきたいと思います。僕ユータが以前サッカーをしていたということでですね、サッカー漫画デイズのユータです。フルネームは臼井ユータ。主人公つくしが入部する成績高校サッカー部の副キャプテンで、特技はジグゾーパズルで、好物はメロンパン、そしてポジションはディフェンダーだそうです。ディフェンダーか。まあ僕そもそもパズルも嫌いですし、メロンパンも好きですけど、そもそもね、甘いものあんま食べないんで。で、まあポジションはミッドフィルダーか、俺サイドハーフだったからね。まあ真ん中のポジションだったからさ、普通はこう臼井優太とも絡まるはずなのよ。だってミッドフィルダーって行ったり来たりしないといけないポジションだから。でも俺の場合はね、まあ自慢じゃないけど攻める時以外動かなかったからね。仁王立ちの板ね、僕は動かなかったから、多分この臼井優太と一緒にサッカーやったら多分すごい言われるよ。おめえもっと守りに来いよとかね、多分言われるから、多分性格的に合わないかもしれない。まだあるね。クールな性格だが面倒見がよく、後輩には飴と鞭を使いこなす。だからキャプテン技術なのかな。なんか頭がいいというか、人を使いこなすのがうまいんだろうね。そんなユータの名言といえば、一番強いやつがキャプテン、それを支えるのは一番賢いものしかできませんと。これはキャプテンになることを人に譲り副キャプテンになると申してた時のセリフだそうです。これわかるわ。まあ熱い一面もあるんだよね。まあ俺もさ、熱い一面あるんだけどさ、ちょっと熱いの種類が違うね。俺なんか自分に対して集中するタイプだけど、この臼井優太はね、こうチームも全体見ながらこう熱血タイプだね。じゃあそれではそんなデイズの優太の優太度はですね、そうだな、熱いところも似てるし、なんかサッカーしてるのも似てるしね。35% にします。はい。よくあるじゃん。やってること似てんだけど、方向性が違うみたいな。そんなタイプ多分。なので 35% にさせてもらおうかなと思います。ということで、最後のユータはですね、浦安鉄筋家族のユータです。こちらのユータくんはですね、主人公の少年、大騒ぎ小鉄の弟のユータです。無邪気な、幼児で大騒ぎ家における天使のような存在。一家の中では一番まともで、年の割に鋭い観察眼と運動能力を持つ。で、兄小鉄の指導により数々のプロレス技を身につけ、そうだね。なんとなくじゃあ、
運動神経も良くて、まあ観察眼は鋭くはないけど、人を観察するのはするからね、俺も。まあみんなもそうだと思うけど、なので、60% ぐらいにさせていただこうかなと思います。はい。以上、3人のユータを、今回はね、紹介させてもらったんですけど、やっぱね、俺ユータに近づけるキャラクターはまだ現れてないですね。まあみんなもね、映画やドラマ、何でもいいんだけど、なんか僕に近い、これユータと似てそうだなっていうユータがいればね、ぜひ教えてほしいなと思います。それではここで1曲お届けしようと思います。11で You。NCT127 ユータのユータアットホーム。お送りしたのは11で You でした。さて、リスナーの皆さんからのメッセージもここで紹介しようと思います。ラジオネームゆうちゃんさん。ゆうたさん、ただいまお帰り。フェイバリットに出会ってイリチル沼に落ちてしまったお母さんシズニーです。先日の放送でゆうたさんが受験生の方に送っていたメッセージ、諦めるな、頑張れ、かっこいいねに私も励まされ、感謝を伝えたくてメッセージを送らせていただきました。ありがとうございます。私の両親は車で2時間の距離に住んでいて、帰省した時には病院の付き添いや家事の手助けなどをしています。親孝行ができることに感謝しながらも、疲労が溜まってくると心が折れそうになる時があるんです。まさにそんな時にゆうたさんの諦めるな、メッセージに心を励まされ、また頑張ろうという気持ちになれたんです。それぞれ頑張っているフィールドは違いますが、応援してもらっている気持ちになれて感謝しています。ありがとうございます。そうですね。まあ僕のねメッセージとかでこう頑張ろうって思ってもらえることはすごく嬉しいことですよね。あとね、僕最近ね一皮むけたというか、考え方が変わったんですけど、頑張らなくてもいいなと思ったんですよ。というのも、今回もコンサートで僕リノさんと一緒にやらせてもらったんですけど、またね教わったことがあって、本当にね正直に生きなさいって言われたんですよね。だからもちろんねケースバイケースでちゃんと場をわきまえないといけない時もあるけど、疲れてる時は疲れてるあなたを表現しなさいって言われたんだよね。っていうのは、僕もねステージに立つのが大変な時も正直あるよ。それはステージのことが嫌いとかそういう意味じゃなくて、どうしようもないことがあるじゃん。そのせいでこう気分も落ち込んだりする時ももちろんあっていいんじゃないかなと思ったんだよね。なんかプロアイドルだからとかっていうのはもちろんあるけど、もっと別のところで俺の感情って表現できるとこあるよなって思ったんだよね。だから、逃げる道とか、なんかその気持ちを吐き出せるところっていうのをうまく作れたら、頑張れって言われるよりかは自分でこううまく立ち回れるんじゃないかなっていうのをね感じたんだよね。だから、大変だと思いますけど、方法はね、なんか結構いつだって周囲に結構あって、これが自分っぽくないなとか、これは自分できないなっていう固定概念を捨てることさえできれば、結構頑張れる方法とか気持ちが楽になる、ことって結構あって、だからそう一旦正直になりましょうみんな。俺も今正直になりたいんだけど、だから、頑張っていきましょう。はい、結局頑張ってくださいって言っちゃってるね。そういうこと。はい、ということで次行きたいと思います。ラジオネーム未来さん。去年の今頃、私は入院中で初回放送を病院のベッドの中で聞いていました。受験生だったため、ラジオが始まるまではベッドサイドの電気をつけて勉強をし、イヤホンをつけてゆうたくんのお話をとっても楽しく聞いていたのですが、懐かしいです。その後 NCT の皆さんの姿に励まされながら無事に退院、志望校合格を果たしました。今でも心の支えになる存在です。いつも本当にありがとうございますと、メッセージいただきました。未来さん、ありがとうございます。本当にね、これこそ未来さんが頑張った結果ですよね。初回放送から病院のベッドで聞いてくれてたっていうのはすごくありがたいですよね。だからもう思い出すな。初めはどこで撮ってんですかってよく言われてたじゃん。だからそういう時から聞いてくれてたってことでしょ。でそのラジオを聞いて自分のこう励みにしてくれてたってことだから、すごく嬉しいですね。一緒にこう成長していってる感じがあるじゃん。だからすごくいいなと思いますね、こういう話聞くと。僕ゆうたもね、2022年結構ね自分で今立ててる目標があって、それはねまだ言わないんですけど、
その目標俺も頑張ろうかなって思いましたね。メッセージありがとうございました。それでは、続いての曲いきたいと思います。 NCT127 でリップスティック。 Your lipstick got me. Yuta at home. NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインターFMだけのスペシャルコンテンツ60 seconds with ユータ。1週間の疲れを60秒で癒していこうというコーナーです。ストレスを減らす Tips を毎回3つ僕ユータがご紹介します。その1、写真を撮影して時間を過ごす。フォトセラピーというそうで、近所に出かけて行ってスマホでお気に入りの画像を撮るだけで OK です。その2、手紙を書く。書くということが自分と向き合う時間につながるそうです。ほんとそう。その3、祈る。自分のためでも誰かのためでもお祈りする気持ちが大事だそうです。以上、今週の60 seconds with ユータでした。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 Yuta at home. 今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。最後にね、この方のメッセージを紹介しようと思います。ラジオネームメルメルメルさん。ユータくんに聴いてほしい曲はズバリ神様はサイコロを振らないさんの夜長歌です。知らなかった僕。私は社会人で社内でバンド活動をしている男の子がおすすめしてくれて、冬になると聴きたくなる曲です。歌詞も曲調もゆうたくんは絶対気に入ると思います。すでに知っていたらごめんなさい。私の一番のおすすめです。僕知らなかったです。これはありがとうございます。僕ゆうたが絶対気に入ると思いますって言ってくれてるので、このラジオ終わったら一回ね聞いてみようかなと思います。はい、メルメルさんメッセージありがとうございました。ということでですね、これからもですねこういう皆さんの声メッセージを僕にどんどん届けてください。メッセージフォームは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ユータのユータアットホーム DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。皆さんバイバイ。Lemonade tastes like lemonade. 위저 얼난 hurricane. 안 들려 네 목소리는 넌. Tastes like lemonade. 짜릿하지 every day. 삼켜버려 got me feeling good. Tastes like lemonade. 위저 얼난 hurricane. 안 들려 네 목소리는 넌. Tastes like lemonade. 짜릿하지 every day. 삼켜버려 got me feeling good. 달려갈래 소금차. 무대를 터뜨릴래 cherry bomb. 퇴근하자 나의 regular. You can catch me cause I don't wait. Hold up, 듣고 싶겠지? Like mail. 질릴 때까지, bite mail. 네가 아무리 come